ジャムめちゃくちゃ美味しかった。汚い。汚い。いや、ひどい。ちょっと、土日とかに家を開けっぱなしにすると、すぐこうなるんですよね。めんどくせえ。最近は、ちょっと特にこういう 3D プリントを、とあるきっかけで、結構いろいろやるようになりまして、それは多分また動画でご紹介をすることになる気がするんですが、例えばこれね、見慣れたちょっとユニットモジュールを改造してみたりとかしております。こういうこともあって、で作って当然一発で成功はしないから、どんどんこういうゴミというか試作品みたいなものがたまりにたまって、なんかすごいことになりますね。机どころかだもんな。なんかもうこの部屋というか空間全体が汚い。片付けます。どっからやりゃいいの？一旦クレアチンだけ飲むサプリが多いな。クロードにね、もう隙があったら指示出さないと。そうそう、このドラム式洗濯機ね、最近調子が悪くてですね、これかれこれ僕一人暮らしし始めてからずっと使っているので、もうそろそろ4年違うか3年半ぐらいになるんですよね。なんかね、乾燥の効きが明らかに悪くなってきていて、もう一発じゃ乾燥しきれないことがもう基本になって、あとなんかね、生乾き臭がするんですよ。ということで修理点検を呼んでみました。今日この後ね、業者の方が来て見ていただけるのでありがたいですね。こういうのがね、ちょっと梅雨の時期に起こるとなかなかめんどくさいですね。よいしょよいしょ。もう本当にこの時期の日本は一つ大敵がいますよね。湿気です。もう今梅雨真っ盛りなんですよ。今気温で言うと22、3度ぐらいなんですけど、湿度が 80% ぐらいなんで、本当になんかこう嫌なジメジメ感がずっと部屋の中にもあります。で、そんな中でですね、今回稼働さんからちょっと製品をご提供いただきました。この時期にめちゃくちゃありがたいアイテムたちですね。そもそも皆さん稼働ご存知でしょうか？僕のチャンネルでも過去に加湿器とかを紹介したことがあったかなと思います。空調家電を中心に、製品を展開していて、特にそのデザイン性が僕はすごく好きで、こういった家電の中では抜群のこうね、インテリア性の高さみたいなのがあるんじゃないかなと思っております。ある種僕もファンなわけですが、そんな稼働さんにね、ちょっとこの時期にぴったりの製品を送っていただいたという感じです。一つ目がこちらのフェーンという布団乾燥機になります。スティックタイプなんですね。開けてみましょう。いやー、シンプルでいいですね。スティックタイプでこうコンセントにつないで使います。僕ね、正直掃除とかは苦手なタイプです。片付けとか整理は得意なんですけど、清潔感を求められるとちょっとね、苦手分野ではあります。そんな僕からすれば、この布団乾燥機ってどっちかっていうと冬用のアイテムだったんですよ。事前に布団を温めておいて、寒い日でももうすぐに布団の中が快適な温度になりますみたいなものとして認識してたんですけど、ただ、布団乾燥機なので本来の目的はこの布団を乾燥させることなんですね。まさにこの時期、梅雨の時期にぴったりのアイテムになっています。なかなかこういった時期は布団を干しておいても乾燥しきらないだとか、あと寝汗をよくかくことになるので、よりこう乾燥が重要になってくるっていう中で、室内でもそしてこうやって置いた状態でも布団をしっかり乾燥させることができるんですね。そしてボタンがいくつかあるんですが、3モードを切り替えることができます。ここにも書いてありますが、送風、乾燥、温めの3機能あるんですね。
僕が最初に言ってた冬場とかに重宝するのはこの温めの機能だと思います。で今の時期には特にねこの上2つが重宝しそうな機能ですね。1個が布団や枕などの気になる匂いを取りたい時に送風、そして乾燥は、その乾燥だけでなくてダニ対策をしたい時ですね。こういった時に活用できますと。これそれぞれに適した時間温度でしっかりと布団の中に空気を送り込んでくれます。実際にこれ使ってみようと思うんですが、実はですねこのフェンアクセサリーみたいなものが1個ありまして、それも送っていただいたのでご紹介します。でだーん、開けようぜ。よいしょ。こちらは何でしょう。てかちょっと下がグレーなの分かりにくいですね。こうしましょう。またグレーだ。これはですね先ほどのこのフェーンと一緒に使うシューズ用の乾燥機になります。ここがガガガッと開くんですが、ここの先端見てください。こんな感じでですね空気を送り込む穴があるんです。つまり、ここにフェーンをこうやって刺して、でその上でここのパイプに、ちょっと今スリッパで代用しますが、こんな感じで靴を刺しますと。そうすると空気がこっちに方向に暖かい空気とかが行って、靴を乾燥させられるということなんですね。これは結構便利です。というのも、梅雨の時期雨でびっしょびしょになったスニーカーとかそのまま放置しておくととんでもない匂いになりませんか？かといってやっぱり新聞紙とかをねくるんで入れるっていうのもめんどくさいわけですよ。新聞そもそも取ってないしね、今実家とかではそれやってたんだけど、なのでこれはすごくありがたいですね。なんならこのシューズドライヤーの方がありがたいかもしれない。今回は布団乾燥の目的でちょっと使ってみようと思います。ちなみにこれ単に見た目のいい布団乾燥機じゃなくてですね、海外の電圧にも対応しているので、海外とかで例えばダニとかねトコジラミとか気になるっていう方は、これ1本持って行ってもコンセントの形状、プラグの形状さえ合わせられれば、それで使うことができたりだとか、あとこのサイズなんですが、この布団ダブルサイズまで対応してます。うちはシングル2枚を使っていますが、比較的どんな家でも対応できるようになっておりますね。いろんなシーンで活躍できるようになっております。あともう一つ見えないところで言うと、オゾンを布団乾燥機で初めて搭載しているらしいです。これによって何が変わるかというと、消臭力が大きく変わるということで、汗とかの匂いをどれだけ変えてくれるのか、そんなしないけどね、どうだろう、しないかな、するかな。やってみたいと思います。おお、すごいすごっドライヤーみたいなほぼドライヤーですね。勢いがとんでもない勢いで風が出てきます。今回は乾燥ダニ対策の赤色のコースにしようと思います。入れます。よいしょ。これで OK。 毎日ね家出る前に刺しておいて、で1時間半ぐらい経ったら勝手に消えるので、それで帰ってきた時には清潔な布団で寝れるというようなルーティンにすることもできますね。ドライヤーだな本当に。すごいあったかい。勢いがやっぱ強いので一瞬でこの布団の中があったかくなりますね。てか聞こえてる？声大丈夫？このままちょっと放置しておきましょう。よいしょ。そして乾燥させてる間にもう一個こんなものもご提供いただきました。こちらはサップという除菌脱臭機になります。開けていきましょう。よいしょ。おお、やっぱね可動の家電は本当にインテリア馴染みが良い。除菌脱臭機と言われて、僕も最初何なのかよく分かってなかったんですよね。空気清浄機とは違うんです。空気清浄機のように埃とか花粉をろ過するようなイメージではなくて、匂いとかその原因の菌を
除去するための装置なんですね。なので、どっちがいいとかというよりは役割が違うものだと認識しておいた方がいいかなという感じですね。基本的には、脱臭力ですね。匂いを中心に空気をきれいにするためのアイテムです。消臭スプレーとかってあるじゃないですか。ただあれって上から匂いを重ねがけしているだけなので強すぎるものには勝てないんですよね。例えば今部屋干しとかしてるんですよね。ちょっと洗濯機の調子が悪いとかもあってそういうことしてるんですが、そうするとこれでたまに生乾き臭みたいなのがついてしまうんですけど、これの上からスプレーかけても正直ねあんまり戦えてない。でこの匂いがもうリビングとか空間全体に波及するので結構この時期不快感があったりするんですよ。とか、リビングに限らず例えばトイレとか玄関キッチンみたいなどうしてもね匂いがつきがちなスペース、こういったところにも便利です。そういった場面で、空気清浄機と違って、よりコンパクトなので部屋の中で持ち歩きがしやすいですよね。でかつ一瞬で空気を入れ替えられるんです。これどういうことかというと、空気清浄機って基本的に循環しながら汚い空気をきれいにしていくみたいな感じなんですけど、この除湿脱臭機に関しては一発で1回の吸引で一気に匂いを消してくれるんですね。急いで消したい匂いとかね、トイレとか特にあると思います。そういうところに結構便利なんじゃないかなと。意外と最初に除菌脱臭機って言われた時よりも使い勝手がいいことに気づくと思います。アンモニアとかもね15分で 90% 消えるらしいんでね、すごい便利ですよこれは。よいしょ。このフィルターみたいなものがついているのでここに差し込みます。こう、はい OK で差し方、ここが裏側にあった。一旦セット完了。てん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 、電源、光った。もう動いてますね。何が起きてんだこれ、何が起きてんだ。なるほどね。電源ボタンを押すとまずオートモードになりますと。お部屋の状態を検知して自動で風量を切り替えて運転しますと。ちょっとね弱く空気が出てるんですね上から。その他一応3モードありまして、センサーでオンオフするモードとか、あと急速モード、これが特にトイレとかね便利なんじゃないかな。であとナイトモードですね。今多分風量控えめだと思うのでちょっと急速モードとかにしてみましょうか。ここか。すごいすごい音がしますよ。風量もさっきのフェンほどではないけど、結構出てます。めちゃめちゃ光ってる。下の部分も光るんですよ。で下のここから空気を取り込んでる、汚いというか匂いとか菌とかを吸収して上に綺麗な空気を放出している。さっきの夜間モードとかもあるんで、夜はこの LED ライトをちょっとしたナイトランプ代わりに置いとくのもいいかもしれないですね。ちょっとコンセントとかの取り回しがね若干難しそうなのでここだけ綺麗にしつつっていうところかな。基本はリビングのどこかに置いておいて、例えば僕使いたいなと思ってるのは人を呼んでる時のトイレとかね、ちょっとトイレに匂いが残るのとかちょっと僕気になるんですよね。他の人に迷惑かけてないかなみたいな。そういうのをこれでもう急速で基本的にはやってもらうと、一般的な空気清浄機と比べてはるかにインテリア馴染みはいいと思います。ちょっと場所とかはいずれ定めていきたいな。終わりましたね。あったか。匂いはだいぶマシになった気がします。なんだこの乾きたての布団の匂いは最高っすね。ただやってみて思ったのは、結構音は大きい。本当にドライヤーつけっぱなしみたいな音量なので、自分がいない時につけるのがベストな気がします。さっき言ったように、家を出てる間に、乾燥をかけとくとか、お風呂に入ってる間に冬場温めとくとか、そういった使い方さえ工夫できれば、何よりもめちゃくちゃシンプル、コンパクトですもんね。そういった点ですごく優れた製品な気がします。出ます。
これのせいでうまく乾かせなかったみたいです。結構ずっしりくるな。ちゃんと定期メンテナンスをしましょう。